はい、始まりました。今日は大人気の再生数上の方のシリーズになるんですけども、まあまあちょっと突出はしてない感じがする結構再生数取れてるんですよ。あ、そうなんですね。みんな安いカードがお好きなようでだから何度も言うけどきっと他にない情報だからだと思うんだよねはい、今回は格安有料カードデッキを回すカード編になります。わけわかんない切り口したぞこれはっていうねデッキを回すカードが10枚ぐらい必要だっていう話を僕の理論の中で説明したんですが、デッキを回すカードっていうのが10枚ぐらい必要なんですよ、絶対に。まあ手札が回って回転してデッキをどんどん回していかないと確率的に来ない可能性とかあったりとかするじゃないですか、各カードが。そうね。だからデッキを回すカードっていうのが2マナ駅3マナ駅とか、で1マナ駅とか、で10枚ぐらいトータルで必要なんですね、そのカードの格安有料カードということになりますを今回は何枚か紹介していきたいなと思うんですけども、まあ行きましょうか。早速まず青で言いますと、例えば定語、これ300円ぐらいなんですが、とか例えば大アーテの創作、これ30円ぐらいなんですけども、っていうようなの結構あります。青はいっぱいあります。いっぱいあります。探せばあると思いますし、探さなくてもあると思いますし、家にあるカード詰めていただければ青はそんなに探しても探さなくても別にあると思いますんで、今回はこう2枚だけで割愛させていただきます。他の色、どうしたらいいのかっていうのを考えていこうかなっていう回になるんですけども、まず何色からやるかって言いますと、無色から何色でもなかったまず無色からでしょうということで。無色ってことはだからどの色のデッキでもね、微妙に弱いかもしれないけど使えるそうです。ドローがね青じゃなくて引けない色だったとしても一応こういうのを入れた方がいいということで、無色は一番使うということになりますよね。で一番使うカードの中でさらに使うという最強のカード、低予算デッキ最強の回すカードだいぶ煽ってるけど大丈夫かこれ持ってないんですかって言われますよまず愛を呼ぶべくな。これは確かにね低予算的なデッキではかなり強い方っていう。かなり強いですよねこれ2マナのファクトでして、これが150円ですね、一応伝説のアーティファクトですね。でこいつが場に出た時カード1枚引いて2点ライフを失う、まあ普通にね場に出て2点ライフを失ってカード1枚引けると、でアップキープの開始時自分の、に2マナ払って2点ライフを失うとカードがさらに引けると、追加で、これずっと引き続けられるじゃんっていう大体のでも使い方としては、2マナのところで例えばマナファクトがありませんよ、みたいな時だったら設置してワンドローして、土地来たらよかったねみたいな感じでその後しばらく使わないんですよ。でアートの方になってきてマナが余ってきたところで、じゃあ使っちゃおうかなみたいなみたいな使い方をするカードではありますね。だから初手の方はハンドを回すカードであり、後半に来たらハンドを補充するカードであるっていうところが優れているということですね。でカジュアル界最強だというハンド補充カード色を問わないです、色を問わないですからね。こんなのをね入れていただいて、で次行くんですが、次はねこれもねこれ入れてる人いないんですかっていうね、これ持ってる人いないのっていう、あまり見たことないんだけどこれはかなり強いです。実は強いです。実は強いです。予備物資というアーティファクトになるんですが、2マナでタップ状態で場に出ます。でワンドローです。でアンタップしますよね、次のターン、で、2マナタップでワンドローです、2回に分けられるワンドローの装置、ということでこれお値段20円という最低価格になってるんですけども、これ意外と強いぞ
これがね、これ持ってない方は即買った方がいいですほとんどデッキに入ります確かにね僕結構使ってますね、読み虫。特にドローが弱い色だったら回すカードとして入れといてもいい。はい、そうですよね。あとでもう2回引けるっていうのがね、これかなりでかいんで、1回2回にしかも分けられるっていうのがね。仮に2マナと背負い物資キープしたとしてもさ普通2回ドローチャンスあるんで、そうですよね、そうですよね。一応2回ターンアクション起こせるってことですからね。もちろん1回目のドローで土地来たら OK だし、それでなかった土地詰まってるわーってなっても、そのターンに一応2マナ払ってワンドローしたら回る可能性あるんで、そのまま。そうですよね。ちゃんと、かなり強いですよね。じゃあ次行きましょうか。次も無色なんですが、次は忘却の偶像になりますかね。はい。これはね、デッキによっちゃトークンがほぼ確実に出るでしょみたいなデッキだと、これめっちゃ強いですね。これなんか再録され倒してるみたいなんですが、お値段が50円から300円の間で50円で買えるかどうかわかんないんですけどなぜか売り切れ散らかしてる、売り切れ散らかしてるカードでめっちゃ売れてますね。再録はめっちゃされてますよね。されてる。多分また今後もされるだろうし、どっかのタイミングでは手に入ると思いますんで、200円ぐらいで買えると思いますけども、で一応能力は2マナのアーティファクトでして、タップするとトークンを生成してるとカードを引けるという、そのマナがかからないっていうすごいですね。であとはおまけの能力は使ったことありません。これは確かに使ったことはないですね。ないです。ないけどまあ一応8マナタップで生贄捧げると10獣のエルドラッシュが出てくるという10獣のバニラかーっていうね。柏だったらワンチャンあるかもしれないけどあるかもしれない。あるか。いや普通におとなしくドローしといた方が強いと思うけどでもこれもトークン出すようなデッキ、だったら普通にだってホームスとか地トークンとか、違う何でもいいですもんね。トークンはね何でもいい。そういうトークンを出す系の統率者だったら手札を回すカードとしてはかなり有用ってことですよね。そうですね。はい。じゃあ次のカードいきましょうか。次はですね、最近再録されまして、手に入るようになった幻のカードもう絶対手に入らないと言われていた幻のカード手に入るようになりました。伝説たちの基本という、これもちょっと変動激しいのですが、多分3、400円で買える。まあ3、400円って結構高いじゃないですか、1万円闘争者だと。なんでそれでも手札を回すカードっていうのはそれぐらい入れるの重要だってことですよね。だからこいつは無色なんでいいと思うんですけど、能力説明させていただきますと、2マナのアーティファクトで、まずカウンターが1個置かれた状態で出ると、なんかページカウンターみたいな、で統率者が戦場に出るか、攻撃するたびそのカウンターが置かれていくと、で1マナタップでそのカウンターを取り除くとカード1枚引ける。これのいいところは、なんと出た時に1個乗ってると思うんですよね。ちゃんと乗ってるからね。これがあるとないでは運命の差だよこれそうですよね。だからこれ出していきなり手札回せるってことですからね。そう1回、そしてその後に統率者が出せるんだったらもうその後は大丈夫なんで、手札がどんどん回ってきますもんね。そしたらね。まあもちろん殴っていく統率者ならなおいいけど、なおいいですよね。殴っていかなくてもまあ回りますよね。だから結構無色としては優秀な手札を回すカードという感じになりますかね。で次はですね、無色のカード他にもあるんですよ。他にもあるんですけど、今回はこれぐらいで無色のカードを割愛させていただきまして、で他の色どうすんだと、まず代表的に手札を回さなきゃいけない色って赤だと思うんですね。赤って結構手札回さないとデッキ回らなかったりするんで、でも手札を回すのって赤に頼ることよくないですか序盤につまずかないっていう意味で手札を回すカードとしては赤は結構優秀だと思います。なんでまず赤から紹介させていただきたいんですが、赤で有名な手札を回すカードって言いますと、信仰なき物漁りっていうかなり有名なカードがあるんですが、これ1マナのソーサリーで2枚ルーティンできるんですけども、でフラッシュバックが3マナでついてる。これ今50円ぐらいで買えるみたいで、かなりお安いんで、これはもう統率者界隈では
かなり使われてますよね。赤かったらほぼ入ってるんじゃないですか多分まあそうですよね2枚ルーティンできるっていうのがそうしかも後にまた3マーでルーティンできるっていうのもね、かなりいいですよね。正直でもフラッシュバックで打ってる時って相当苦しい相当苦しいですよね、あとは赤で有名な胸躍る可能性っていう、今のインスタントがありまして、苦しめる子は何だったのかっていうやつねこれも20円で買えちゃうっていうね今のインスタントで、これはなんと1枚捨てて2枚引けるっていう、今のインスタントっていうのがあります、これがいわゆる赤ルーティンの基礎ですよね、苦しめる子はソーサリーですけどもうソーサリーなんか言ってる場合じゃねえとで最強の赤のルーティンカードっていうのが最近出まして出ましたねこれ答えの要求っていうのが30円で売ってるんですけど、これは2マーのインスタントで、アーティファクトか、生贄に捧げるか、1枚捨てるかで2枚引けるという、そうなんですよねこれ強えこれがデッキの数も必要だと、いうことで、これはめっちゃ買った方がいいですよね、これはね赤いデッキ数分必要ですかなり強いですよね、でその他にも赤例えば代表といいますかよく使うので言いますと、苦々しい再会っていうカードがあるんですけども、これはエンチャントなので、ソーサリータイミングにはなりますが、ソーサリータイミングになりますが、2マーのエンチャントで、場に出た時、カードを1枚捨てていい。これはコストではないところが一応ミソではあるんですね。確かにそうです。ただこれ系を打ち消してくることってあんまないんであんまり関係はないんだけど、あんま関係ないですからね、でそしたら2枚引いて、で1マナで生贄に捧げるとターン終了時まであとはコントロールして全てのクリーチャー速攻を得る、これも結構強いです。これはだからそういう要はコンバット重視のデッキであれば、かなり有効な追加効果ということになる。かなりいいですよね、これも50円ぐらいで買えますので、そんな感じで赤はこの他にももちろん当然結構あります。結構あります。赤ルーティンっていうのはかなり数が出てて、いっぱいあるんで、その中から10枚ぐらい選んでいただいても構わないですし、他の無色と組み合わせてもいいと思いますよね。で次行きましょうか、次の色はですね、なんと結構ドロー強めの色になってまして、黒結構ドローが強いと。結構強い。青に匹敵するぐらい黒強いとドローが。ちょっとベクトルが違うんだよね、ベクトルが。ライフは失っちゃうけどみたいな。青って本当に手札の枚数増えないドロー多いんじゃないですか。なるほどね、ルーティンみたいなね。要はその1枚しか結果加わらないから、1枚使って1枚加えてるがちょっと重くなってくると一応枚数増えるカード多いけど、なんだけど黒って枚数増えるカードが多いですね。でもライフは失うと。そうね。ライフを失うっていうのは結構なリスクで、ライフを失ってドローしてくるから、あそこ殴り行こうぜってなってしまうから、そうなのよ。そこがちょっと弱いんだよね。あそこ黒なんだよねっていう。黒は結構そのヘイトカラーなんですよね。そうですね。そうなんですよね。黒やってるのはかなり難しいですよね。その中でかなりいいドローソースとして、超代表的なものですね。夜のささやきですかね。今のソーサリーで2枚引いて2点失う。これはシングルシンボルなのがかなりいいということですね。もちろんダブルシンボルでもいいんですけども、これは他の色でも流用できるということで、代表格になりますかね。これが約300円ぐらいになります。これも再録散らかしてるんだけども、やっぱり大体だんだんじわじわ値段上がっちゃうんだね。そうですよね。で次はですね、これ3マーなんですが、骨読みというカードをご紹介したいんですけども、これもね、統率者デッキには結構入ってるよね。これ30円とかなりお安いです。これかなり使いやすいですよね。で3マーのソーサリーなんですけども、戦術2を行ってその後カードを2枚引く2点のライフを失う。もういいじゃないかと。最大で一応4枚見れるわけですからかなり強いですよね。ってことは下に2個振っちゃってんだけどね。不要牌上に2個乗ってたら避けられますから一応いいですよね。だこれは結構1万円だったら当然入ってきますよね。普通にいいカードです。いいカードですよね。であとはちょっと
手札を回すカードというわけではないんですが、1万円逃走者でかなり使うドローソース、この最強のドローソースっていうのが1枚紹介しておきたいんですけども、手札を回すという意味も含めまして、はい、このファイレクションアリーナ、闘技場、これがね再録され倒しててスタンダードに今あるというまだありますよね。ギリギリのかな。これ落ちないんだよね。落ちないんですよねだからこれ300円で買えちゃうという、だから入ってきちゃうじゃんっていう1万円逃走者に。これは格安でだとなんでこれが強いのかっていうとターン数がかかるからなんですねこれ CDH 級だとマジで使い物にならないんですけど、本当にだから平気で 5,6 ターン続くので、これ出した後で。そうですよね、だから強いんですよ。強いですよね。であと3マナっていうところは結構いいので、もちろん2マナでつまらないように、デッキを回すカードって結構たくさん入れるっていうのあるんだけど、でも3マナで詰まることもそれなりにはあるので、ありますよね。そこのところカバーできるカードという意味でも結構いい。だからこの3マナまで行ってこれ出したら絶対に詰まることないですから、ほぼないですからね詰まったとしてもその次のターンまた2ドローしちゃいますから能力一応説明しますとしてなかったアップキープの開始時にカードを1枚引いて1点のライフを失うなんで、毎ターン2ドローできちゃう、1点失うだけで、かなり強いですよね。いいですね。これを缶入れたらいいんじゃないかなと。だから黒は結構ドローが強い色ということになりますんで、他にも何枚かあるかもしれないんですが、大体代表的なのはそんな感じになりますね。で次は緑いきましょうか。緑はですね大変です緑はそうね緑は結構大変です。結構大変です。緑は厳しいです。手札回すカードってあんまりないみたいなんですよ。ないみたいなんで、先ほど相談しました。チームさんがおっしゃるには、乱反するカード、2マナとか3マナで乱反するカードが、それでマナ増えるから手札回ってんじゃないということに手札は回ってないんだよアクションがつまらないっていう乱反のカードが手札を回すカードの代わりになるんじゃないかと、いうことになったんですが、今回は一応ドローできるカードというテーマですので、一応何枚かその中でもありまして、まず1枚目はオークハイムの敵対者というカードなんですが、これは C 級です。C 級ですがカジュアルだと弱いんですよね。カジュアルだと四隅に弱いんだよなそいつ一応能力設定しますと、4マナ23接しです。で対戦相手が緑のパーマネントをコントロールしてると2マナで出せます。でダメージが通るとワンドロできる、ということで接しなんで、接しすいませんって謝りながら「すいませんいいっすかすいません」って言えば「接しです」っていいっすかって言えば通してくれるかもしれないですよ。いや結構相打ち上等なクリーチャー並んでるからさ通んねんだこいつ。しかも緑がいるとも限らないせいで4マナで出すことにもなりうるしさ、そういう意味ではちょっと微妙かもしれないっていう。2マナで出せれば、そう2マナで出せればね、手札回せますよね。であとはですねちょっと難しいんですが鋭い感覚、いわゆる好奇心、好奇心と全く同じ能力なんですけど、1マナでエンチャントしてダメージを与えるたびドローしていいというカードなんですが、これ200円くらいなんですよね。ダメージ与えて最悪ですよ、最悪マナクルにつけて突撃するっていう極楽勝につけて何も起きない極楽勝につけて何も起きないんですが、でも結構緑のデッキ絡むと、僕は入れてるんですよ。だ後半でもでかい中ハッティとかにつけて普通に殴ればワンドロできるじゃないですか。で後半も手札を回せて、前半は前半できれば使いたくないけど最悪使えるという意味で、そう最悪使えるという意味で、こんなのになっちゃいますよっていう緑は、なっちゃうという、あと同じようなカードでこれは戦闘ダメージだけなんですが第6巻っていうカードがありまして、これはお値段30円と安いです。でこれ最悪ですよ最悪同じ使い方をしてドローしていきたいなという感じになりますかね。であとさっき乱反の話がありました。乱反をしていくという意味で、このカードは意外といいんじゃないかなということでちょっとご紹介しておきたいんですが、探検というカードでして、これは100円ぐらいですかね、でありまして2マナの
ソーサリーでカードを引いて土地をセットできる、いいじゃんっていう、緑だとランパンが手札を回すカードの代わりの役目を果たすんだったら、これ手札引いて土地セットできるんだから、まあまあいいんじゃないかって1枚しか引けないですけどどうでしょう、なんか正直普通にランパンカード入れた方がいい気がしないこともないかもしれないが、でもですよ、今緑の今4枚紹介した手札を回すカードは弱いかもしれませんよ、他のに比べると、手札を回すカードとしては、でも緑絡んだら俺は絶対入れます絶対入れてます、それぐらいこれ系の手札を回すカードっていうのは重要ですということは主張したいということですね。あれなんか忘れてませんかと。白どうしましたと。白はね、一昔前だったら、無色カードを使ってくださいっていうところなんですけど、近年は意外とマシだという。まあカジュアル界だと白っていうのはだいぶ強化が入ってまして間違いない今ね白強いんですよ、そんなにねこれは強いっていう感じじゃないんだけど、ちょっとずつね、ちょっとずつ強化入ってましてね、まず白の回すカードで言いますとトカシアの艦隊っていうカードが代表格であるみたいなんですが、3マナのエンチャントでマナ総量が3以下である1体以上のクリーチャーがコントロールカードで出るたびカードを1枚引く、1回しか油圧しない、これ400円ぐらいなんですが、クリーチャーが最初の方だったら出て手札を回せるということができるんじゃないかということで結構使われる。400円だったら400円だったら白絡むんだったら入れた方がいいですよね。全然入れた方がいいですね、もちろんこれ3マナなんで3マナで2マナのカードは先に入れとく必要ありますけどね、無色で無色でね結局ね結局入れとく必要あるんですが、白絡むんだったらこれ入れてもいいんじゃないかということになりますかね。あと、その他にも歓迎する吸血鬼っていうカードが、こいつはスタン落ちしちゃう？しちゃいますね。スタン落ちしちゃうんですが、3マナのクリーチャーです、100円です、23飛行です、パーが2以下でありこれでない1体以上のクリーチャーがあなたのコントロールから出るたびカードを1枚引く、1回しか油圧しない、引けますよね引けますよ。3マナのアクションとしてこいつ出せば、他にクリーチャーカードって札にあるでしょうから、条件を満たすような。そうですよね。その後つまらないと。なるほどね。手札回せますよね。あと次はもう1枚だけ紹介したいんですが、謎の謎のなんつうかカラーファイ与えられてますからね白はね白に許された最強のドローソース取引という取引が行われるんですねこれすごいです、これは3マーのソーサリーで30円です、各対戦相手がそれぞれカードを1枚引きます、みたいな各対戦相手1人3枚引かれちゃうと、で自分がその数引くというおおみたいなこれだから普通に考えたら3ドローできるわけですから、確かにさすがにつながりますよ。確かに、お互いドローというのは最強ですそうね、カジュアルにおいてはそうね、だから白が最近強くなってるんですよね。そうですね、それは間違いないそんな感じで各色紹介してったんですが、だいたいカジュアル帯って2色とか3色になるわけじゃないですか、そうなると単色はちょっとやるのは厳しいかもしれないですけど、だいたい今の言ったカードを組み合わせて10枚入れていただくというようなことをしていただくことによって一応回るようになりますよっていう今回の説明だったんですが、そうですね、これはつまんないカードなんですよ、このカード自体はさ別に特に何かしてるわけじゃないから、どうしてもシナジーカードとかさ、このカード使いたいぞっていうカードを入れるために抜いちゃったりするんですよね。そうかもしれないんですが、そういうことすると急にデッキ回らなくなるんで気をつけてください。絶対に今のカード必要だと、いぶし銀なんですよね。そうですね、いぶし銀なんですよ。そんな感じで入れてくださいっていう感じになりますかね。どうですか、この回いかがだったですか大丈夫ですかちょっと緑のところが気になるね緑のところがね緑はね、でもね
回しますよ。後半回してくれるんで。後半回してくれる。だから緑の基本戦術ってやっぱりさ、ランパンして4マナとか5マナとかのさ、バカみたいにドローできる呪文を使うっていうアプローチをするでしょ。そうですよね。そうですよね。だからランパンが緑は入れてくださいっていう形になるんですかね。そうね。はい。まあそんな感じでデッキを回すカードを紹介してきましたんで、他にもこんなねデッキ回すカードあれば低予算の方がいいですけど、紹介してね、ワンリングとかそういうのはちょっとワンリングとかしかも出身も違うし4コスいってるからその時点でワンリング以外で何かご紹介していただければありがたいんでコメントしてくれると嬉しいんですけど、あとチャンネル登録お願いしますということでお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。